デコられてる。かわいい。あのアヒルさんの浮き輪、小さい頃使ってたな。お兄ちゃんが後ろからバタ足で押してくれて、私はガーガーって泣き真似して。懐かしいな。お花もいっぱい咲いてる。この花見たことある。名前なんだったかな。いっちゃんがいればわかるのに。こっちは芝生だ。裸足で歩いたら気持ちよさそう。あれ？キーボードがある。すごーい！私が使ってるのと同じだ。このお家の人も音楽やってるのかな。あっちのテーブルにも何か置いてある。折り鶴と五線譜？曲作ってたのかな。でもどの紙も真っ白だ。なんだろう、このポストみたいな箱。そこが抜けた。中に入ってたもの全部出ちゃったよ。なんだろうこれ。メッセージカードみたいだけど。風で飛ばされちゃう。待って待って。なんとか拾えた。よかった。プールに落ちなくて。っていうか、汚れちゃってないよね。これ、私がさっき見てた動画のコメントと似てる。でもコメントっていうより、心の声みたいな。これはお仕事してる人のっぽいな。こっちは子育て中のお母さんかお父さんのかな。みんな苦しそう。このメッセージを書いた人たちは誰にも何も言えなくて一人で抱え込んじゃってるのかも。そうだ。私たちの曲でもっとみんなの気持ちが軽くなったらいいなって曲を作ろうとしてたんだ。ここには五線譜もキーボードもある。勝手に使っちゃうことになるけど、届けたい。この人たちに私の思いを、曲を届けたい。五線譜とキーボード借ります。よし、考えよう。このメッセージを書いた人たちに私はどんな思いで寄り添えるんだろう。イメージがつくのは、苦しい時は苦しいって言ってもいい。泣きたい時は泣いていい。そんなに頑張って我慢しなくていいんだよとか。だけどどうしても言いたくない時とか、泣くのも我慢したい時もあるんだよね。こんな自分を見られるのが恥ずかしいとか、心配させたくなくて。そう思ってる人たちにも寄り添えるような曲がいいな。そもそも悩みって考えたら答えが出るかっていうとそうでもないし、そう思うと悩んでるだけでも偉いというか。
今、何か浮かびかけたかも。ちょっと弾いてみよう。なんか違う。もっと優しくて、そっと耳に入ってくる感じ。あ、今の感じ、忘れないようにメモして。だいぶイメージ近いけど、優しいだけじゃなくて、芯があるようにしたいっていうか、ここがふわっとした感じで落ちてるからそう聞こえるのかな。じゃあ、もっとパキッとした感じで。できた。ワンフレーズだけど、私の思いはちゃんと込められた気がする。で、ここで弾いても、あのメッセージカードの人たちには届けられないんだけどね。楽譜だけ持って帰って、機会があったらもっとちゃんとした曲に。ん？テーブルか。違う。五線譜が光ってる。五線譜が折り鶴になった？しかもいっぱい。どうなってるの？これ、さっきまで私が使ってた五線譜と同じだよね。飛んだ。キーボードの周りを飛んでる。もしかして、弾けって言ってるの？私が書いた楽譜も光ってる。そうだね。せっかく作ったんだし。じゃあ、行くよ。あ、折り鶴たちが空に飛んでく。そのまま届けてくれないかな。悩みの答えなんて明日出るとか、一年頑張らないと出ないとか、一生見つからないとか、悩んでる本人にだってわからないけど、でも私はあなたが今日も悩んでるって知ってるよ。不安な気持ちを抱えたまま朝が来ちゃって、学校や仕事に行ったり家事をしたりしなくちゃいけなくて、そういう時って周りの人たちがすごくキラキラして見えて、自分が嫌に感じちゃったりもするんだよね。でもね、それでも考えることをやめないあなたは誰よりかっこいいって思うんだ。この思いが届きますように。あれ？屋上に帰ってきてる？ルカさん。そうだ！ルカさん、聞いてください！私、丸い玉を拾ったと思ったら、可愛いお庭にいて、そのお庭がすっごく私好みで、じゃなくて、五線譜がつるで折られて、飛んでって。思いのかけらの世界？うん。そうなんですね。でも、なんでそれがここに転がってたんですか？きっと、あ、はい。
そうだったら嬉しいです。あそこで弾いた演奏が届いたかどうかはわからないけど、いつかちゃんと届けたいな。レオニードとして心に響く演奏を